熊本を象徴する見渡す限りの大草原。遥か昔から繰り返されてきた火山活動がこの雄大な景観を生み出しました。おー、来た、見て。これだ。これが見たかった。ここは阿蘇。熊本県東部に位置するここには今もなお大地の鼓動を感じる生きた地球の姿が広がっています。いや、なんか本当になんか地球って感じる。本当に。火山が生み出すのは景観だけではなく、豊かな水や草原を生かした暮らし、そして幾度となく自然の脅威と向き合う中で生まれた人々の伝統があります。さあ、火山と共に生きる大地、火の国熊本の旅が始まります。水の音が聞こえてきてる。ねえ、おー、広々としてる。本当だ。これが全部飲める水なんだ。ね今回は熊本の自然を巡る旅。ここ池山水源では毎分約30トンの水が森の中から湧き出しています。立派な杉の木が。本当だね。綺麗に立ってるね。うん。いいね、朝から気持ちいい。ね、あ、涼しい、この中は。涼しい、涼しい。ここは水、手で触ったらダメなの。ああ、言ってたね。そのまま飲み水になってるから、ちゃんと水汲み場があったよね。ね、あっちに違うところにあったね。うん、そこで水汲むか。あっち見てみる。おお、高。ああっちで汲めるのかな。あ、本当だね。一応あるね。あるね。希釈があるな。あるある。うわ、綺麗。めっちゃ透き通ってるじゃん。だからなんか下からポコポコ見えるのかなと思ったら本当だね。見えないかも。向こう側かな。見てみる。あっち。あれ？見える？あれか。うん。あそこでポコポコしてるんだ。ね、あそこから湧き出てるんだね。池山水源をはじめ熊本各地で見られる湧き水。阿蘇に降った雨は火山灰や溶岩の地層でろ過され、数十年の時をかけて澄み切った水として湧き出します。すごいよね。天然の浄水フィルターになってるんだって。すごいね。それでこんな飲める水になるんだ。滑らか。あ、そう。うん。優しい口当たり。あ、そう。わかる。結構違うの。うん、わかる。冷たいよ。キンキン。キンキン？うん、美味しい。変な匂いもないの？ない、何にもない。クリアな匂い。クリア、もう本当に水。いいね。大地の恵みを味わった後はこの水に育まれた自然の中へ。熊本らしさを感じるあの動物と触れ合います。初めてです。全く初めて。さらちゃんにしよう。でね、初めてやったら、ここで1回練習するから馬にする合図は4つ。はい。進め、止まれ、右、左。ああ。これをここでお伝えするから。はい。で、ここ日向ぼっこではオーナーの善野さんが馬との接し方から個性や性格までレクチャーしてくれます。まずはパートナーになる馬と触れ合い、お互いを知ることから始まります。サラちゃんね。サラちゃん、よろしくお願いします。多分ね、もう一日ずっとやってるでしょ。夕あ方とか何回目かしたら、はい、もうやりたくて、今日全然見えない。そっか。人間らしい、人間っぽいですね。いや、本当だから感情を持ってるんですよね。本当ですね。そっか。なんかちょっとイラッとする時もあるし、また行くんかよ時もあるし、だから約束は乗ったら私がリーダーよぐらいのつもりで、はい。でさっきも言ったように合図は4つ。進め、はい、止まれ、右左。進め、止まれ、右左。いいね。で一回足前。はい。で足前。長さを合わせます。パートナーに挨拶をしたらいよいよ背中にまたがり乗馬体験の始まりです。ここでちょっと力を止めて、はい。ガニ股こういう手ああ。両足で、はい、これが進めの合図。軽くガニ股キックと、はい、これでも動く。おお、本当だ。ゆっくり歩くのを波足と言います。そしたら左に90度、手こっちに振って。これだけ。
これだけで。で手真ん中、はい。もう一回こっちに90度、これおおー、すごいすごいすごい。手真ん中、こっちに90度、これおお。おお。で手真ん中操で止め作できてるるときおよそ2.5をおお。おお。で止めてやる。ありがとう。この時もはい勝手に歩く時あるから、はい。あくまでも私がリーダーよ、はい。勝手なことしないよいうのをどんどんコミュニケーション取ってさらに伝えていって、接し方を学んだらそのまま外の世界へ。日向ぼっこの最大の特徴は産山村ののどかな農道を馬に乗って歩けること。普段は地域の方々が生活道路として利用する道を乗馬できる特別な時間です。はい。すごい。景色がいい感じ。は綺麗なとこだね。左手万歳、すごい。趣味乗馬、すごい、全部プロモーションしてくれてありがたい。どうせこれ我慢してたら蹴んのやめてくれんで、ほーらやめたってなるから、また馬が主導権に行っていただける。い。はい。同じ距離で動かんからちょっとだけ強めにいけ。でもカメラで見たいです。いきますよ、早足。はい。いきます。はいはい。おお。すごい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 。はい。はい。で、リラックス、リラックス、リラックス。で、どう？早足やった時一緒に走る？ああ、いいですか。それで撮る？いいですか。さっき取れたんで構えたやつ。はい。そう向け。早足。あ、すごいすごい。サボったら勝つ。どうする？はいはい。楽しい。はいはい。いや、そのままもうそのままでいいんだ。おお。あ、すごい。オッケー、歩き。ありがとうございます。オッケー。ありがとう。最高だねこれ。すごい楽しかった。それは中入りましょう。はい。ね、すごいねこれ。この日朝からやってきたのは熊本を象徴する大自然阿蘇山。その雄大な景色を一望できる木島岳へ登ります。結構急だね。息切れるぐらいの急な坂だ。やばい、これだって味まで続くでしょ。やばい。めっちゃ不安がってる。結構来てるね。今日来てるね。アキレス腱伸ばしにいいぐらいの角度。それぐらい傾斜があるね本当に。うん、本当に。はい頑張って頑張って。岩肌が見えてきたね。だいぶ見えてきた。あそこ登ってる人もいる。本当だ。あれはあそこまで行かなくちゃいけないのかな。あっち歩いてる人もいる。あ、本当だ。すごい。すごい。燃えれ沼公園の強化バージョンだ。北海道の。ガチ燃えれ沼。やばい。息が切れてるけど、ちょっと登りきった。来たね。うすごいよ景色はでも。ん、すごい。あー、きつい。年配の人は結構これきついからね。きついかも。これちょっと厳しいかも。ね足腰が丈夫な時に行った方がいいね。ね、うん道は歩きやすいけどね全然。あと横移動だよでも。そう。行ってみよう。こっちもすごい。こっちもなんかくぼんでるもん全体的に。ね、これ落ちたらもう這い上がれないねこれ。あり地獄みたいな。あり地獄だ本当に。すごいあれじゃないの？噴火じゃないあれ。してるやつじゃない。かもしれんね。中岳っていう煙出てるねあっち。ね出てるね。うんあっちはすごいね。あっちはなんか砂だけだね。なんか砂千里あ書いてあってね。そっかそっか、あっちが砂千里か。多分そうだろう。おー来た、見て。これだ。これが見たかった。
一面に広がる阿蘇の景色。その中でもひときわ目を引くのが米塚と呼ばれる小さな火山。美しい円錐形が特徴で、国の天然記念物にも指定されています。感動。あれが米塚だね。あれが米塚。うん。あの前通ってきたね。あ、そうだ、ずっと来たんだこれを。うん。すごいねこれ。綺麗。よかった。頑張って登ってきて。ねえ。ここだ、来たかったな。ねえ。なんか結構あの火山はサラサラなマグマが出るんだって。あ、あっちの？そう。へえ。バーンって噴火して、それが空中で凍ったやつが、なんか軽石みたいなパラ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 って砂時計みたいに重なってって、あんな綺麗に。あ、そうなんだ。スコリア級とか名前がついてる。へえ。なんか違うんだね。そうそう、ドロッとしたやつはああはならないみたいな。サラサラだからそうなるみたいな。綺麗、本当に綺麗なお山さんだもんね。ね、阿蘇のエクボって言われてるらしいよ。うん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 。いや、なんか本当になんか地球って感じ、地球のなんか生きてる地球にいる感じがする。本当にそれは感じる。初めてこんなの見るよね。だって。うん。下に降りてきたね。地上に戻ってきたよ。戻ってきた。やっぱ下も綺麗だね。綺麗。見てみたら。ここが草千里ヶ浜だね。草千里ヶ浜。木島岳のふもとに広がるのは阿蘇を代表する景勝地、草千里ヶ浜。広大な草原の中を散策したり、乗馬を楽しんだり、ゆったりとした時間を過ごせる人気のスポットです。いいね。人も絵になるね。本当に、もうなんか全部絵になる。本当だ、これすごいね。すごい。あ、見て。馬が。本当だ。あ、くるくるあそこ回る感じなんだ。ねえ、乗馬してる。ね、いいね。朝よりやっぱ人いっぱいだね。いっぱいいっぱい。先にあっち行っといてよかったかもね。よかったよかった。うん、人全然いなくてゆっくりできたよ。ゆっくりできた。うん。こっちは広々してるから。人が増えてもまたいいね。いいね。全然なんか人口密度が。そうそうそう。うわ、すごい。どんどんお馬さんが。本当だ、すごいね。みんな上手に乗ってる。ねえ。並んでちゃんと自分で戻ってくるんだ、あそこに。ねえ。大人気だね。ね、綺麗だ本当に。じゃあ次の目的地に行きますか。行こうか。阿蘇の大自然を満喫した後はお待ちかねのご当地グルメ。熊本を代表する赤牛の名店へ向かいます。おお、美味しそう。これはいいですね。これはいいですね。こっちもすごいね、ハンバーグのやつもね。これ2段も魅力的なんだけどね。ね、下に肉も入ってるし。入ってる。赤牛初めて食べる。最高だね。食べてるよ。ちょっと救えない。でかっ。一口でいけるそれ。やばい。あ、失敗したかもこれ。ハンバーグ2段でいけるわ。あ、嘘。赤牛のカツ重。食べていい？さあ食べてみて。いただきます。やばい。噛んだら柔らかいんだけど、しっかり噛み応えあって、ちゃんと肉々しいし。なんか赤牛は油が少ないって言ってたね。くどくなさそう。おお。みんな阿蘇の大草原で放牧されてるからよく引き締まってるんだって。そんな感じする。しかもその牛たちが食べてるのは水で育った。それは美味しいわ。ねえ。阿蘇が好きになってしまった。幸せだ。熊本の旅もいよいよ最後の目的地へ。向かったのは阿蘇を代表する神社の一つ、阿蘇神社。この日は五穀豊穣を願う伝統行事、恩田祭りが執り行われます。おお、賑わってる賑わってる。お祭りだ。
毎年7月28日に行われる恩田祭り。神様に田植えの様子を確認してもらい、豊作を祈願するお祭りです。そしてこのお祭りには思わず目を引く少し変わった特徴が。ありがとうございありがとうございまます。す。どうしよう。もらいました。だけどね、はい。もう一度それみこしが回ってくるじゃん。あ、回ってくるんですね。屋根にはい。乗せると、あでいっぱい乗ったらお米がたまる。あ、そうか。豊作。豊作になる。神様を乗せた4基のみこし。そのみこしに向かって苗を投げるという珍しい光景が広がります。田植えに見立てたこの行事は、苗がみこしの屋根に多く乗るほど豊作に恵まれると伝えられています。はい。でやってみます。あ、これそういう感じで。やってみる。もっと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 。さあ来ました。お、乗ったよ。ああ乗った乗ったすごい。惜しい惜しい惜しい。ダメだった。いってるいってる。鳥の上にこの稲を乗せれたらもっといい。グッドなんだ。豊作なんだって。鳥の上に乗せたい。ダメ。苗投げの神事を終えると、一行は200人規模の行列となって町へ進んでいきます。その中に恩田祭りを象徴する白装束に身を包んだ女性たちの姿が。彼女たちはうなりと呼ばれており、頭に乗せているのは神様へのお供え物。神の使いとして清らかさを示し、神様に捧げる食事を運ぶ大切な役割を担っています。やがて行列は青々とした田園の中へ。稲の様子を見守りながら豊かな実りを願う恩田祭り。このお祭りが今も受け継がれている背景には、自然と向き合いながらこの地で暮らしてきた人々の歴史があります。阿蘇神社もまた幾度となく自然災害に見舞われながら、その度に復興を遂げてきました。